皆さんこんにちは、しおねるです。本日はここ熊本駅に来ております。ここからですね、A 列車で行こうに乗って三隅まで観光しに行きます。熊本県自体初めて、初九州の観光列車、初 D&S 列車ということでかなり興奮しています。天気もいいので素敵な景色が見られるんじゃないかなと楽しみです。本日はお昼発でゆっくりな出発。まずは熊本駅徒歩10分のところにあるラーメン屋さん国定で腹ごしらえ。11時頃に行ったらほぼ並ばず入れました。私はこのチャーシューが結構お気に入りでした。熊本駅はとっても大きくて構造も工夫されていて面白いです。熊本の美味しいミネラルウォーターがベース駅で飲めます。うどん屋さんがついている待合室があったり、この和風な感じもすごくいいなと思いました。早速ホームに向かいましょう。切符は JR 九州インターネット列車予約で購入したものを熊本駅の券売機で発見しました。真っ赤な車両がとってもかっこいい。こちらは三隅行きの普通列車、乗りたくなっちゃいました。本日は5番線から発車する特急 A 列車で行こう3号、13時6分発に乗車します。駅名表にも熊本城が書いてあって、この渋さが可愛いです。やってきました。黒い車体にゴールドのラインが目立つ豪華な列車です。キハ185系が大改造された列車ですが、新型車両かと思うくらいとっても綺麗で、その艶と重厚感に胸が高まります。軍隊っぽい雰囲気も感じますね。車体側面のリベット模様もとってもかっこいいです。特急 A 列車で行こうは熊本駅から三隅駅までを運行する天草観光をより優雅に楽しみたい方にぴったりの観光列車。主に土日祝日がメインで運行されています。列車名はジャズの名曲 A 列車で行こうにちなんで名付けられたそう。ホームではこちらの運行に合わせて A 列車で行こうが流れており、特別な雰囲気にワクワクします。こちらは特急列車なのですが、ワンマン運転が行われています。早速乗車します。クラシカルな雰囲気が漂う車内、木の床がいいですね。座席の柄が違うのもとっても可愛いです。1号車の座席の奥にはなんとバーカウンター、フリースペースのソファーもあり、色鮮やかなステンドグラスとそこから差し込む光がとっても綺麗です。列車の中とは思えないおしゃれな空間。座席やソファーのモケットの柄や絵画に置物などヨーロッパのイメージが散りばめられた空間です。バーは天井の作りやロゴなどからも船の中にいるような気分になります。16世紀大航海時代真っ只中の南蛮文化もイメージされているとのことで、この装飾などもそのイメージなのかなと考えながら乗るのも楽しいです。記念乗車証のスタンプは必ずやっちゃいます。お手洗いは女性用と男女兼用。綺麗めで嬉しいですし、大きめの鏡があるのもいいですね。この扉も特別な空間に誘い出してくれるようで素敵ですよね。2号車には2列プラス2列シートに加えボックスシートもあります。この日はおそらく全席ツアーのお客様で埋まっていました。そしてこちらにもフリースペースが。このシートは少し小さいなと思ったらキッズチェアでした。先ほどのソファーで子供たちを見守りながら車窓も列車も楽しむことができるんですね。本日の私の席はこちら。この座席の柄なんですけど、私ホームページで見たとき、なんで他はお花なのにここだけシュークリームなんだろうってすごい不思議に思ってたんですよ。でも実際に見てみたらお花が丸く描かれてました。公式ホームページを見ると、三隅行きは進行方向右側がおすすめのようです。
車窓ポイントや見える方向をホームページに載せてくれるのとっても嬉しいですよね。座席はふかふかで特別感にウキウキします。背面テーブルも木製で、この刻印がとってもかっこよくないですか？ちょっと小さめなのが雰囲気に合っていて可愛いです。荷物棚も統一感があります。穴が開いているのは忘れ物防止対策でしょうか。雰囲気を損なわないようにしつつも乗客のことが考えられていて嬉しいですね。カーテンも少し渋めで存在感があります。ベロア生地のような感じでした。このフックは座席によっては位置的に少し使いづらいです。非常灯を見つけると嬉しくなります。これを引くと中に懐中電灯が入っているんですよね。以前の動画で視聴者さんに教えていただきました。さあ出発です。ここから約1時間の列車旅です。特急なので本来ならもう少し短い時間で三角駅まで到着できるのですが、この下り列車では乗車中に特別な体験ができるとのことで、このような時間に設定されています。私の体感ですが、やはり午前中に出発到着する1号の方が人気な気がします。私は朝飛行機で東京から熊本空港に到着したので、焦らずに満喫できる3号がちょうど良かったです。列車の A には天草の A と大人アダルトの A の2つの意味が込められています。ワンランク上の上質な旅を楽しみたいと思います。出発後3分ほどで在来線の車両基地を見ることができます。新旧たくさんの列車が並んでいる姿がとってもかっこいい。鉄道好きのキッズが同じ車両にいたのですが、とても楽しそうに車窓を満喫していて、なんだかすごく幸せな気持ちになりました。鉄道に関してもとっても詳しくって弟子入りしたかったくらいです。1号車にあるバー、A トレインバーは大人気。出発前と出発直後はかなり混雑しているので、私はもう少し後に行くことにしました。列車内に流れるのはジャズの名曲 A 列車で行こうアレンジバージョン。ジャズのリズムに浸りながら、いつもとは違う大人の列車旅に心を弾ませます。そしてたくさんの車両を見られるのは1回だけじゃありません。今度は進行方向左側に九州新幹線の車両基地が見えるのですが、撮るのが遅れてしまいました。でも少しでも見られてよかったです。やっぱりかっこいいですね。乗りたくなっちゃいます。最初の停車駅、宇土駅を出発すると天草三角線に入ります。宇土駅までは約10分。ここでも降車は可能なので、この列車で降車する人はいるのだろうかと気になります。結論、多分いなかったです。10分では到底満喫することのできない列車です。現在は熊本市郊外を走行中。新しい住宅が多いなと感じました。田んぼの奥に見えているのは金峰山。東の阿蘇に対して西の金峰山と呼ばれ、熊本市民に親しまれているそうです。この情報も含め、他にも車窓の案内を放送してくださるので、耳を傾けるとより車窓を楽しむことができます。乗車時間はそれほど長くないので、そろそろバーへ。
バーカウンターの目の前にもソファーがあります。私は A サイダーを注文しました。ソフトドリンクですが、客室乗務員さんがこんな感じで作ってくださるので、大人な雰囲気を楽しめて嬉しいです。名前だけだとどんな味かわからないので、何が出てくるかドキドキ。色的にみかんでしょうか。A 列車の焼酎ボトルもありました。さすが大人の列車です。美味しそう。このグラデーションがたまりませんね。せっかくなので、すぐ自席には戻らず、フリースペースでバーの雰囲気を楽しみます。一旦ドリンクはお預けで、急いで戻ってきました。こちらは長べた海礁路。海の中に電柱が立ち並び、そこには潮が引いた時にだけ道が現れます。もともとは干満の差が激しい有明海で海苔養殖や再開を営む漁業者のために建設されたものだそうで、その幻想的な姿はインスタ映えスポットとしても有名だそうです。現在は潮が引いており、漁業者のトラックがたくさん止まっています。とっても不思議な光景で、ぜひ満潮時にも来てみたいです。味はデコポンサイダー、爽やかで美味しいです。窓枠部分にもドリンクを置けるので、インスタ映え写真が撮りやすいですね。目を離している暇がないくらい車窓が次々と変わります。次に停車する大田駅では長時間停車するので、駅舎などを自由に見ることができます。停車するのは下りのみなので要注意。大田駅に25分間停車するので、歩いての駅舎を見に行けます。天気がいい。夏は暑いので外に出るのが嫌な方もいると思いますが、ゆっくり列車を見たり記念撮影もできる絶好のチャンスです。赤い瓦の屋根とクリーム色の壁、大田駅のフォントも含めてとっても可愛らしい駅舎です。大田駅は1899年に作られた熊本県内最古の木造駅、国の有形登録文化財にも登録されています。駅舎を生かしたカフェもあるのですが、現在は耐震改修工事中のためやっていません。なんとこちらは公衆電話ボックス。わざわざここから電話をかけたくなる可愛さです。何これ、時刻？こちらが正面。真っ赤な郵便ポストは使用不可のためか真っ青になっています。看板にも歴史を感じられて面白いですよね。仮改札で記念スタンプとうちわをゲット。この日は暑かったので皆さん結構早めに車内に戻っていました。出発までの10分くらいは人がいない状態で撮影できるゴールデンタイムでした。太陽に照らされた車体を見ると、少し擦れたような跡なども歴史を感じさせてかっこよかったですし、ずっと見ていられました。ロゴも一つじゃないので探してみると面白いですよね。そして今気づきましたが、 A トレインのハイフンが雲になっていました。発車2分前、駅にマリンベルの音が鳴り響きます。出発の合図です。これとっても鳴らしてみたいですね。駅舎では地元の方がお見送りしてくださいました。暑い中ありがとうございます。大
大田駅を出発すると、列車はすぐに御子敷海岸沿いを走ります。御子敷海岸では干潮時には三日月型の左門が現れるのですが、見てください。ちょうど干潮でこんなにも綺麗な左門を見ることができました。御子敷海岸を過ぎると、列車は緑の中を走行します。前面の窓から見えるこの景色もとっても素敵で、食い入るように見てしまいます。太陽の光が木々を照らし、自然に囲まれた道がまるでトンネルのように列車を迎え入れてくれます。列車はあっという間にもう三角駅の周辺を走っています。大田駅に停車している25分を抜くと、列車に乗車している時間はだいたい30分ぐらいなので、あっという間に三角駅に着いてびっくりしました。正直なところ、もう少しこの列車に乗っていたかったです。三角駅に到着。ここが天草観光の玄関口。駅舎はとってもおしゃれで、天井にはA列車で行こうのロゴなども描かれています。こちらの駅舎も明治に作られた木造の駅舎です。A列車で行こうの運行に合わせてこのようにリニューアルされたそうです。駅を出ると目の前にも三角の不思議な建物があります。外観はこんな感じ。独特な形と色味がとっても可愛いです。ぱっと見駅舎とは思わないですよね。後ろにあるのは三角駅、特急 A 列車で行こうに乗って熊本から三角駅までやってきました。結構大人な空間だったんですけど、ちょっと子供っぽくはしゃいじゃったりして、でも楽しかったです。で、今から港に行ってこれから天草に向かいます。一番びっくりしたのはトゥー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 っていう曲が A 列車で行こうっていう名前だったんだっていう、いつも聞いてたけど名前知らなかったですね。港に行くって言ったけど、これが港かもしれない。乗り場があるだけでこれじゃなかった。どこ？発見所等はなく乗り場へ直行で正解でした。事前にインターネットで予約したのですが、ちゃんと予約できていなかったのか、名前でも予約番号でも名簿に載っていなかったみたいです。この日は座席に空きがあったので乗れて一安心。購入は現地で現金か PayPay も可能です。こちらの外の席と室内の席もあります。私が乗船したのは東港なのですが、西港は世界遺産にもなっているそう。今回は時間がなくて見に行けず残念でした。この時間がないというのも A 列車で到着後は天草宝島ライン C クルーズが接続していて、天草観光へとスムーズに連れて行ってくれるんです。乗り換えで暇になった時って結構困ると思うので、このようにダイヤを調整してくれているのがとても嬉しいなと思います。さらに今回は午後便の3号ということで、早く天草に移動しないと観光の時間が短くなってしまうので、そういう面でもとても嬉しい接続です。なんとここは目の前がリゾラテラス天草というリゾート観光施設になっています。私は今回天草といえばイルカクルージングということで、こちらも絶妙な時間に計算されている15時発がありまして、こちらに乗船します。
すごい至近距離でイルカたちと触れ合わないな。すごい至近距離でイルカたちが優雅に泳ぐ姿を見ることができて感動です。イルカたちが船の近くを泳ぐと、透き通る海からその泳ぐ姿も見ることができます。いつまでも眺めていたくなる、そんな景色でした。5時ぐらいに戻ってきたのですが、リゾラテラスは閉店の時間が早いお店が多いので、すでにいろいろ閉まってしまっていました。駆け込みでイタリアンジェラートをいただきます。塩キャラメルナッツと天草デコポンの2つの味を選びました。海を眺めながら食べるジェラートは最高ですね。天草のお塩を使った塩パンも食べてみたかったのですが、閉店前にもかかわらず完売してしまっていました。人気なんですね。余計に食べたくなりました。帰りはもう船はないので、リゾラテラス天草の前から出ているバスに乗って熊本市内まで戻ります。バスからもこんなに綺麗な夕日を見ることができて、しかも充電コンセント付き、快適な旅の締めくくりになりました。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。